はい、どうもこんにちは。シンクラ工房です。今回はこちら RG ゴッドガンダム作っていきたいと思います。では早速ランナーから部品を切り離していきます。この時基本的に2度切りでやっていきます。そして今回から新兵器オーロックスの型番ニッパー、これを使うことにより部品が発火しないように切ることが可能です。切った感覚がないぐらいスッと切れるのですごいびっくりしました。ゲート処理が終わったら今度は組み立てていきます。まずはフレームを仮組みして塗装していきたいと思います。前回ストライクフリーダムの RG 作ったんですけど、その時はほとんどの関節、腕とか足ですね、アドバンスド MS ジョイントを使っていて折れるんじゃないかっていうドキドキ感の中作業してたんですけど、最近の RG はほとんどアドバンスドジョイントもないんですね。RG はエクシアとストフリしか作ったことなかったんで、今回ゴッドガンダムで結構びっくりしています。でも結構組みやすくていいですね。出来上がった部品をドッキングしてフレームの仮組み完了になります。今回はアドバンスド MS ジョイントは腕の部分しかなかったので、塗装はあまり気を使わないでできそうです。では早速塗装していきたいと思います。まずはアドバンスト MS ジョイントは ABS 樹脂を使っていてラッカー系に非常に弱いので、水性塗料のアクリジョンを使ってコーティングしていきます。この塗料は水性でも後からラッカーを重ねることが可能な塗料になってます。次に全体をメタルブラックで塗装していきます。こちらはね、僕がいつも使ってるお気に入りの色でね、黒の中にラメが入っててかなりかっこいい色になってます。だいぶテカテカしてるんですけど、乾くともうちょっと落ち着いた色になってきます。次にエナメル塗料を使って部分塗装をしていきます。こちら肩のアーマー部分ですね。本来ここには付属の金メッキみたいな色のシールがついてるんですけど、筆塗りも楽しいので部分塗装していきたいと思います。比較するとこんな感じ。やっぱり色が変わるとかっこよく見えますね。部分塗装が終わったら今度はこちらトパーズゴールドを使ってコーティングしていきます。実は最近このパール色に結構ハマってまして、いろんな色揃えちゃいました。今回はこちらのパール色をフレーム以外にも装甲にふんだんに使ってキャンディー塗装というかチタニウムフィニッシュ風に塗っていきたいと思います。薄く塗ったつもりがだいぶ色ついちゃいましたね。もう完全にゴールドに見える感じです。完全に事故発生です。落とすのもめんどくさいので、ちょっとリカバリーというかチャレンジしていきたいと思います。内容がクリアブラック、上から吹いてみたいと思います。なんかだいぶ落ち着いた黒になったのかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、クリアブラックを重ねたら嬉しい誤算がありました。なんかね、見る角度でゴールドに見えたり黒に見えたり、すんげえかっこよくなりました。これは今後使えそうですね。フレームの塗装が完了しました。先ほど言った通り見る角度でゴールドに見えたり黒になったりするので、すごいかっこいいです。ゴッドガンダム、ハイパーモードでゴールドに変わるんで、なんかそんなイメージですね。やはり塗装するとだいぶイメージが変わりますね。外装を組むと全く見えなくなっちゃうんですけどね。続いて外装の塗装に入っていきます。今回はチタニウムフィニッシュ風、言うなればキャンディーパール塗装なんですけど、下地を黒に染めていきます。こちらはガイアノーツの EX ブラック光沢を使用しています。テッカテカですね。次に黄色系の部品はガイアノーツスターブライトブラスを塗っていきます。この色もお気に入りのゴールドで、ちょっと黄色がかったゴールドなんですけど、すごい鮮やかでいい色です。おすすめの色です。はい、キラキラに仕上がりました。次にその上にクリアイエローを重ねていきます。先ほどのブラスの上にクリアイエローを重ねることによって、なんかメッキみたいな仕上がりになります。
塗ってるとね、うわーすげーと思ったんですけど、画像だと全然伝わらないですね。塗り終わりもピンボケしちゃってて、残念な画像だ。続いて青い部分も EX ブラックで塗装していきます。こちらね、胸のパーツなんですけど、テッカテカでいい感じですね。次にクリスタルカラーサファイアブルーを拭いていきます。フレームに使ったトパーズゴールドと同系統の塗料なんですけど、こちらは黒の上に塗ると発色が良くなって、青く見える感じですね。鮮やかな青なんですけど、角度によってはちょっと黒っぽく見える感じかな。なんか想像してたよりもだいぶかっこいい仕上がりになるんじゃないかな、これ。次に GX クリアディープブルーを重ねていきたいと思います。GX カラーは隠蔽力が強いので、先ほどのイエローと比べると色の違い出てくるんじゃないかなと思います。色がだいぶ深くなってきていい感じですね。テカテカでメッキみたいな色になってきましたね。どの角度から見ても安定して青く発色しているので、これは成功かなと思います。続いて赤系の部品はメタリックレッドで塗装していきます。ここも一回クリスタルカラーのレッドで塗ってみたんですけど、ちょっと色が淡すぎたのでメタルレッドに変更することにしました。ちなみにこちらのメタルレッドは原色のレッドにスターブライトシルバーを混ぜたものになっています。次にクリアレッドを重ねていきます。先ほどから使っているクリアカラーの系統が違うのはそれしか持っていないからです。でもね、これ発色がだいぶいいんで、かなりいい感じの赤に変わりました。塗装前と比べるとこんな感じ。これが丸かったら完全にリンゴ飴ですね。次に水転写デカールを貼っていきます。リアルグレード系はね、これすごい苦行なんですよね。細かい上に数が多い。なおかつ貼らないとかっこよくならないという。不慣れなせいかね、これガンプラ全体に貼っていくと僕3時間ぐらいかかっちゃうんですよね。デカールだけで。皆さんどれぐらいかかりますか？よかったらコメント欄で教えてください。で、デカールが貼り終わったら今度はクリアでトップコートをしていきます。今回はクリアを3層重ねてみました。仕上がりはこんな感じ。今回ね、クリアをいっぱい重ねたらメッキ塗装みたいな感じになってだいぶ満足です。次に白系の部品の塗装に入っていきたいと思います。毎回のことなんですけど、白に白塗っても全然わかんないんですよね。塗ってる状態でもわからないんで、画像じゃ全然伝わらないと思います。なんか唯一わかるとしたらテカテカになったかなーってとこかなと思います。デカールを貼り終えたら今度はトパーズゴールドとムーンストーンパールを1対1で混ぜたものを吹き付けていきます。これをやることによってチタニウムフィニッシュのようなキラキラ感が出る予定です。塗ってる最中はキラキラしててかっけーと思ったんですけどね、動画だと全然わからないですね。カメラの性能の差なのかもしれないですけど、わからない。グレー系の部品にも白同様、先ほどと同じ配合で吹き付けていきます。これもね、全然伝わらないですね。パールコーティングが終わったらまたクリアで3層コーティングしてテッカテカにしたいと思います。さあ、いよいよ RG ゴッドガンダム完成しました。クリアをいっぱい重ねた分あってだいぶテカテカになってますね。光の加減でわからないところもあるんですけど、こちら RG ゴッドガンダムはディテールだいぶ細かいんですごいかっこいいですよね。まさに神キットです。
そしてパール感が全然伝わらなかったので、こちら最後の抵抗です。余計伝わらないのと、他のテカテカしてるところに目がいっちゃう気がします。からのポージングを楽しんでいきます。ビームサーベルを構えているポーズ。そしてゴッドガンダムといえばゴッドフィンガーですよね。やはりね、必殺技の構えっていうのはかっこいいですね。後ろの日輪エフェクトもだいぶいい感じに決まってます。そして赤波天狂剣も行ってみましょうか。ということで今回 RG ゴッドガンダムチタニウムフィニッシュ風という名のキャンディーパール塗装いかがだったでしょうか。かっこいいと思ってくれた方はね、こちら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。